今日は60年前、原子爆弾が投下され、私が被爆した当時の惨状をお話ししたいと思います。夜間に米軍機が本土を空襲するときは、必ず警報が鳴りました。空襲が来る前には、青い旗が警戒警報、赤い旗が空襲警報というように決まっていました。警戒警報のサイレンが鳴ると、聞こえる人はすぐに逃げ出すことができます。私は耳が聞こえないので、どんな警報もわかりません。夜中でも母が私を揺り起こし、私の手のひらに空襲警報と書いて教えてくれました。8月3日、私は病気のため母に連れられて県立病院に行きました。中に入ると兵隊さんがたくさん並んでいました。戦闘の時、敵の弾が当たって怪我をし治療に来ているのです。そのために2時間ほど待ってくださいと言われて、母と私は辛抱強く待っていました。やっと私の番になり、医者の診察を受けました。レントゲン写真を撮り、今日は午前中いっぱいかかってしまったけど、7日まで毎日通院してくださいと言われました。8月6日、広島の空は雲一つない真っ青で、暑い一日の始まりを予感させるような朝でした。祖母はいつものように畑仕事に出かけました。母はタバコの専売局に勤めに行っていました。姉は大学生だったのですが、戦時中で勉強どころではなく、勤労奉仕で軍需工場に通っていました。私は中学3年生でした。その朝は家の前の小学校に登校する子どもたちを見ていました。小学校では朝礼をしていました。家の前の道を歩いていた人たちが突然走り出しました。おかしいな。何か聞こえたのかな。空襲でも来るのかなと思った途端、猛烈な爆風に襲われました。急に何も見えなくなり、何もわからなくなりました。そのうち
手に何かがバンバン当たり、痛みを感じました。何かと思ったら、屋根の瓦が次々と落下してきて、手に当たったのです。瓦はみるみるうちにうず高く山になり、触れるとすごく熱いのです。全く何も見えない、わからない中で、必死に外に出ようともがきました。心臓はドキドキするし、恐怖で体中が震えました。地球が破壊されたのか、太陽が爆発したのか、もしかしたら私の目が見えなくなってしまったのかと思いました。そのうち少しずつ見えるようになりました。顔を上げて外を見回してみると、周りの家々が全くなくなっています。どうしたんだろう。あれ、小学校もなくなっていると気づきました。確かついさっき7時半にはあった小学校の校舎がないのです。やっと外に出てみると、学校の建物は完全に潰れていました。生徒たちは皆倒れていて、先生たちが救出しているのですが、ほとんどの子供たちは折り重なるようにして死んでいます。それを見て怖くなり、家に帰ってじっとしていました。畑仕事に行った祖母の身を案じていたら、しばらくして帰ってきましたが、すぐには祖母だと分かりませんでした。髪の毛はほどけてざんばらになり、顔も真っ黒だったので、手ぬぐいで顔を拭いて、やっと祖母だと分かったぐらいでした。朝起きた時は、髪をきれいに縫い上げていたのに、こんなに変わってしまうものかと驚きました。祖母は無事に帰ってきたけど、母はどうなっただろう。専売局で仕事をしていたはずだが、死んでいないだろうか、と心配しながら、時間もわからないまま待ち続けました。そのうち、やっと母が帰ってきました。母は、私が頭や体に何箇所も怪我をしているのを見て、手当てをしてくれました。明日、専売局の救護所に行こうね。そこで治療してもらえるから。それまで少しの間辛抱してね、と言いました。夜になると、専売局のあたりから火の手が上がり、周りに延焼し始めました。火はどんどん燃え広がり、祖母の姉や妹の家まで燃えてしまいました。そこの家族は私の家まで逃げてきたので、祖母は家に泊めてあげたかったのですが、どうにもなりません。そこで祖母の畑にある納屋に材木があるので、それでどうにかしようということになりました。祖母とその姉妹は納屋にある材木を引っ張り出し、畑にまず4本の棒を突き刺して柱にしました。上で材木を縄で結んで屋根の骨組みを作りました。地面にはむしろを敷いて、まず子供たちをそこに座らせました。トタン板を上に乗せて屋根にしました。そのうち遠くに白い煙が
スーッと上がったと思ったら、突然爆発しました。その後、ドンドンとものすごい振動を感じて怖くなりました。私の家の前には広い道があるのですが、その北側の奥の方で大勢の人たちが固まっていました。何かなと思ってみると、その辺りは建物疎開で家が壊されていたのです。それで避難していた人たちが8時15分に爆弾が落ちたらしいということを知り、他の人たちはどうなっただろう、無事でいるかどうかと心配になって集まってきたのです。私の親戚も祖父の兄と弟が近所同士だったのですが、祖父の兄の方が弟は怪我をしてないだろうかと心配していたら、翌朝弟の娘が来て、お父さんが死んだと告げたので大変驚いたそうです。まさかと思って駆けつけてみたら、弟は真っ黒になって顔は腫れ上がり、痛さに顔を歪めていたのか、白い歯をむき出しにして亡くなっていたそうで、私の母もお悔やみに行きました。その隣の家も、奥さんが家の掃除をしている間、子供を外で遊ばせていたのですが、爆風で子供も奥さんも赤ちゃんも亡くなったという話を聞きました。私は原爆投下の翌日、専売局の救護所に母に連れられて行きました。医者に診てもらうと、背中や体のあちこちにガラスが刺さっていたようで、全部で10箇所のガラスを取ってもらいました。傷跡を消毒してもらい、お礼を言って外に出てびっくりしました。専売局の前には若い看護婦さんたちが怪我ややけどを負って横たわっています。仕事中に被爆をされたのか、口々に痛い痛いとうめいていたそうで、とても気の毒で見ていられませんでした。家に帰った私は2日後から傷になっていたところが腫れて豆のような形に盛り上がってきました。だんだん腫れてきて歩くのも辛くなるほどでした。母はすぐに医者に行こうと言い、また救護所に行きました。すぐに腫れたところを切開して膿を出し、消毒してもらったので、翌々日にはきれいになり安心しました。姉は原爆が落ちた6日から7日、8日と寝ないで軍の施設で看護に当たっていたそうです。怪我をした人たちの手当てに追われていたそうで、8日の夕方、やっと帰ってきました。よかったと思ったのもつかの間、母とほんの10分くらい話をしたら、急いで戻って看護に当たらないといけないとまた出かけてしまいました。私は姉の身を案じながらも、自分の体の方は徐々に良くなっていきました。男の人が、うちの子供がそこの学校に行っていたのだが知らないかと尋ねてこられましたが、私は知りませんと答えました。母に聞いてもわからないと言っていました。
多分軍の人たちが怪我をした子供たちを車に乗せて田舎の方に移送していったので、その中にいるんじゃないかと思います。ご心配ですね、と母が言いました。我が家は半壊したので、あちこち修理しましたが、屋根はまだ壊れたままなので、雨が降ると雨漏りがして、寝ている布団のそばに桶を置いていったほどでした。そんなふうにいろいろな苦労がありましたが、辛抱して暮らしていました。8月15日、日本は敗戦を認め、降伏するという玉音放送が流れました。それを聞いた母が私に伝えてくれたのですが、すぐには信じられませんでした。学校の先生から、日本は負けるわけがない、絶対にアメリカに勝つと言われ、必勝の鉢巻きをしていたので、負けないと信じていました。だから、そんなはずはない、嘘だろと母に言ったのですが、母は、ラジオでそう言ってたよ。あんたは聞こえないからわからないだろうけど。何度もそう言われ、本当に日本が負けたんだということがわかりました。とても悔しかったです。